さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、手抜きシュークリームのレシピ、こちらご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。これお水と、あと卵、バター、ココア、薄力粉、あとグラニュー糖とチョコレート、生クリーム、牛乳です。これで作っていきます。はい、じゃあちょっとカスタード作っていきます。これまず卵ですね。卵黄しか使わないので、卵白は別で避けちゃいます。で卵白は冷凍できるので、ジップロックか何かに入れて、冷凍して取っておいてください。いろんなお菓子に使えるので使ってください。はい、これ卵黄割れたので、ここにお砂糖ですね。お砂糖一気に全部入れちゃいます。で、いっぱいガチャガチャすり混ぜるとか全く必要ないので、こうやって卵黄にお砂糖が馴染んでれば、これぐらいで大丈夫です。で、ここに粉を入れていきます。で、粉は必ずダマとかがあるんで振るようにしてください。今日はもう直接振り入れるやり方でやっていきます。はい、今入った状態ですね。これを混ぜていきます。これもこう激しくね、わちゃわちゃ混ぜる必要ないので、粉がこう馴染む状態ですね。これで全然 OK です。はい、そしたら今日はレンジで作るカスタードを作っていくので、まだ加熱してない牛乳ですね。これを注いでいきます。で、この卵黄とか砂糖とか粉の液体を溶き伸ばすような感じですね。でもしバニラとか入れたかったら、ここでバニラビーンズとか入れてください。スパイスもこの段階で入れたら味がつけれると思います。今日はチョコレートなので、このままやっていきます。はい、完全に混ざったらラップをして600ワットのレンジで何回かに分けて温めていきます。これ今ですね、数回に分けてるんですけど、5回終わった状態ですね。結構ほら固まってきてるじゃないですか。で、その都度その都度必ずこうやってしっかり混ぜてほぐしてあげてください。もうちょっと加熱するんですけど、これをまとめて長い時間レンジにかけちゃうとこうね、硬くなっちゃったりとか焦げたりするので、必ず書いてある通りに数回に分けてやってください。こんな感じですね。これもう少しだけ加熱していきます。はい、これ今7回やった状態なんですけど、もうこれでバッチリです。しっかり混ぜて、熱いんで皆さん気をつけてくださいね。完全にカスタードが出来上がりました。そしたらここに熱いうちにレシピのチョコレートを全部一気に入れちゃいます。で、この熱で溶かしながらこうやって混ぜていってください。で、ココアとかで作るやつよりもめちゃくちゃ味が濃くてしっかりとした弾力もできるので、こういう作り方をしてます。今めちゃくちゃ香りもいいですよ。で、ここでかなりしっかり混ぜて、こんな感じ。これをバットに流して急速に冷やしていきたいと思います。はい、じゃあ生地を作っていきます。これまずお水を入れて、あとバターですね。バターも入れちゃいます。で、これ結構秒数が大事で、ここにラップをして1分半レンジで温めてください。そうすると結構完全にこうボコボコ溶けますので、1分半です。必ず守って温めてください。はい、その間にですね、粉を必ずふるっといてください。今回チョコレート味なので、ココアが入ります。で、これ別々で入れる方もいるから必ずふるってください。ふるうことによって粉が混ざるので失敗しづらくなります。あとはこういったダマですよね。ダマが結構できるので、これを必ずふるってあげてください。はい、あとポイントはこれ、今ふるったんですけど、全然粉が混ざってないです。なので必ず2、3回粉はふるようにしておいてください。この後ふるっておきます。はい、これ今温めた状態ですね。かなり湯気が出て熱くなってます。で、ここに粉を一気に加えちゃいます。で、これ粉に水分を吸わせるようにこうやってちょっとなじませていってください。で、通常だったら鍋で作ってなんかこう表面に膜が張るまでって加熱するんですけど、その加熱作業も今回この後レンジを使いたいと思います。ここでまずね、しっかり粉に水分を含ませるのが重要なんで、
ここは混ぜてください。そうするとこんな感じでツヤが出て結構ひとまとめになってきます。そしたらもう一回ここでラップをして30秒2回に分けて加熱したいと思います。必ずラップしてくださいね。この後加熱してみます。はい、これ今30秒2回やった状態ですね。見てください。結構湯気が出て熱々になってます。で、ここに卵2個分を混ぜていきます。で、これ最初は生地がすごい熱くなってるんで、よくこれちょっとずつって言うんですけど、大体3分の1ぐらい、半分でもいいです。これ結構多めに入れて、ちょっとだけしか入れないと卵に火が入っちゃうんで、これでしっかり混ぜていってください。で、この生地があったかいうちにどんどん混ぜていった方が綺麗に卵が混ざっていくので、あったかいうちにどんどんやっていくのがポイントです。こうやってね、押し付けるように混ぜてると勝手に馴染んでいって、こういう塊になってきます。まだね、ちょっと湯気が出てると思うんですけど、ちょっとあったかい状態になってます。そしたらまた残りの半分ぐらい入れてなじませるように混ぜていきます。はい、今この状態ですね。そしたら残りの卵入れちゃいます。はい、これ今全部混ざった状態でしっかりこうやって混ぜてくださいね。しっかり混ぜて、最後今こんな感じです。生地を落として、よくこう三角形になるぐらいって言うんですけど、バッチリですね。これを絞って焼いていきます。はい、オーブンの準備なんですけど、今日は200度に予熱しといてください。型はですね、これひっくり返して汁パッド乗せて、こういったセルクルみたいなやつで目安でこうやって模様をつけてます。で、シュー生地できたらすぐ絞りたいので、この状態まで準備しておいてください。はい、これ出来上がった生地なんですけど、絞り袋に入ってます。で、口金はこれ何でもよくて、今日は一応10番でつけてあります。で、ポイントなんですけど、これ生地が温かいうちに絞って焼く方が綺麗に膨らみます。ココアとかが入ってて膨らみを阻害するので、なるべく早く焼いてください。ちょっと絞ってきます。はい、これちょっとポイントなんですけど、いつもだったら平らに絞るんですけど、チョコレートの生地は膨らみが少し悪いので、ちょっと山に絞ってます。で、さらに霧吹きですね。霧吹きやった方が綺麗にこうやって膨らむので、ちょっと霧吹きしておきます。霧吹きの目安はもう表面が結構しっかり濡れるぐらい。これぐらいですね。これで焼いていきます。さあ、焼けました。めちゃくちゃ膨らんでいい感じです。はい、ちょっとクリームを合わせていきます。これカスタードなんですけど、しっかり出来上がったカスタードって、わかります？こうやって綺麗に剥がれるんですよ、ラップから。で、これプリンとしてる感じ。弾力がある感じですね。これをほぐして使っていきます。はい、こんな感じですね。すごい滑らかで弾力がある状態です。今ほぐしてるんで。もっとほぐせばもっと滑らかになるんですけど、このぐらいクリーム状に滑らかになったら生クリームを合わせます。で、レシピの生クリームなんですけど、わかります？結構しっかりバサバサに泡立ててます。これぐらい立てないとだれちゃうので、しっかり泡立てた生クリームを合わせていってください。これこっちに加えていきます。これ混ぜてってるんですけど、これ今マーブル状態じゃないですか。この状態で絞り袋に入れたらちょっとだけこう混ざって出てくるので、マーブルが良かったらここで完全に混ぜきらずに使ってください。今回はこれ結構しっかり混ぜてしまいます。はい、これでチョコレートクリーム完成です。これを絞っていきます。はい、じゃあシュークリームちょっと仕上げていきます。今日はですね、この上の部分の一部をこう切ってこう蓋にしたような状態で仕上げていきます。ここにクリームを絞って、これで最後蓋して完成ですね。これちょっとやっていきます。
はい、切った後、クリームですね。さっき作ったやつです。これ、絞り袋に入れて絞っていきます。口がね、これ何番でもいいんですけど、10番の口バネをつけてます。さあ、できました。シュークリーム、完成です。見てください。めちゃくちゃ美味しそうですよ。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか、これ。チョコレートの香りがめちゃくちゃいいですよ。やっぱ本物入れてるんでやっぱ美味しいですよね。ぜひ作ってみてください。さあ、これポイントのおさらいですね。ポイントは、これ加熱時間ですね。決まった通りの時間をしっかり加熱すれば絶対こうやってぷっくり膨らむシュークリームできますので、加熱時間は守ってください。あとは絞り出す時の生地の温度、これが冷めちゃうとこうやって膨らまないので、それもしっかり守ってください。あとはカスタードにチョコチップ入れたと思うんですけど、チョコレートですね、あれは 67% 今回入れてます。でビターにすればクリーム結構硬くなります。ミルクチョコレートにするとクリーム柔らかくなっちゃうので、そこは注意してレシピ考えてみてください。最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。